手拍子お願いします。Q&A がきっと誰かのためになるのさ。だからこの何もない部屋でただ語り続けてる。You and me で形作られていくこのチャンネル。みんなのおもろいコメントを今日も読み上げる。ありがとうございます。だいぶ暖かくなってきましたね。春ですよね。で、春になるとさ、結構変なやつ出てくるでしょ。おかしいやつ。それ私です。はい。ということで、今日もね、コメント読み上げレディをやっていきたいと思います。ラジオ感覚で聞いてください。ね、朝からね、失態をかましてますよね。で、そうやってやってるからなかなか時間がなくなると。全然ミニマルじゃない。で、月に1回ぐらいですね、皆さんのコメントに答えるっていうこのコーナーをやらせてもらってます。で、ちょっとね、月に1回だとかなりコメントが溜まりすぎて、長くなってしまうんですけど、だからもうちょっとね、2週間に1回ぐらいやってもいいのかなとは思ってるんですけどね。ちょっとどこまで読んだか忘れちゃってるんですけど、新しい方から古い順に、読み上げていきたいと思います。気になるやつをね。で、何度もいただいてる質問とか、あとはその持ち物に関しては、メンバーシップの方で私の持ち物リストを公開してますので、そちらを気になる方はご覧ください。今、65個の持ち物で暮らしてます。で、そのリスト全部ね、書いてますのでね、ぜひチェックしてみてください。それでは参りましょう。Twitter 消せるのはすごいです。10年を過ぎて、それでしか連絡を取らない人たちとの関係もあって、どうしても手放せなくなってしまってますってね。翔吾さん、いつもいただいてますよね、コメントね。ありがとうございます。そうね、この間ツイッター消したっていうね、動画上げたんですけど、なかなかね、僕も勇気いりましたよ、これは本当に。で、10年。で、前のアカウント含めるともう15年ぐらいずっとやってたので、で、15年っていうと、もうなんか一つの、なんか会社とか組織に勤めるより長いでしょ。皆さんはどれくらい働いてますかっていうね、同じ会社で。その同じ自分の会社で働いているよりもツイッターに契約してる時間の方が長いっていうのは、これすごい時代だなって思いますよね、改めて。それだけ、いろんなその情報源としても役に立つし、僕もいろいろ勉強させてもらったりとか、そこでやっぱり絡めない人たくさんいたんですよ。結構写真系のね、人たちとか、私が結構昔っていうか、前からその写真系の発信をよくしてたんですけど、やっぱりそこでしか連絡取らない人とかいましたね。で、やっぱそれは僕も結構名残惜しいものがあったりとか、でもやっぱり、それでしかやっぱ連絡取らないってことは、それまでの関係性っていうのは一つあるんですよね。これはちょっと残酷な言い方に聞こえるかもしれないんですけど、やっぱりあるじゃないですか、そのプラットフォームとかインターネット上の関係っていうのはそこまでだと。でもやっぱそれをね、超える、なんか関係値を築けると僕は思っているので、で、もしツイッターだけでしか連絡取ってなかった方とかね、本当に気軽に連絡してほしいです。よくあるんですよ。私は連絡したいのに連絡できないっていう。LINE とかも結構間違って消したりしてるんで、なんでね、もう会いたいのに会えないっていうか、連絡取れないのに取れなくなってしまってる人が結構いるんですよね。なので、ちょっと時丸田中とね、昔連絡していた方で、ちょっとなかなか最近連絡ないなって方はね、一回ちょっと僕にご連絡いただけると嬉しいです。なんかたまに間違えてっていうか、なんかお久しぶりですみたいな感じで初めての人が連絡してきたりするから、それはちょっとやめてくださいね。とにかくね、でもツイッター消すとね、ものすごく、もうすっきりしますね。本当にアテンションが減ったというか、もう、スマホを見る時間っていうのも結構少なくなりましたね。それだけ見てたんだなっていうのを改めて、気づきました。グレッチだけ残してギター全部売りました。最高っすね。グレッチでしょ。私をグレッチでぶってって椎名林檎の曲で出てくるよね。最高じゃないですか。グレッチだけっての渋いっすね。僕、使ったことないんですけど、グレッチは。弾いたことはあるんですけど、自分で所有したことはないですね。でもたまんないですね。自分の好きなギターだけを一本だけを残すっていうのはかなりこれはミニマリズムだと思います。自分だったらやっぱストラトキャスターをずっと弾いてきたんで、ストラト大好きですし、あとギブソンとか、あとマーティンとかね、アコギだったら、マーティンのギターとかを一本残してる時もありましたね。素晴らしいですね。私も時丸さんと同じ INFJ です。家事のお供に聞きました。時丸さんの YouTube にてたくさん刺激をもらっています。ありがとうございます。そう、なんかあれだ、IBMI だっけ間違ってる。診断ね。それで私がINFJ の A だったかななんかいろいろ、それにも型がありますよね。それをこの間ライブ配信でね、ちょっと話した。
ものに対するコメントですね。持ち物を全55個をパッキングするミニマリストの動画で、バックパック容量を増やして全部入れるのはなしでしょうか。ロマンのかけらもない発言っていうね。ありがとうございます、これも。そうね、バックパックの容量を増やすっていうのは確かにできます。で、そしたらその全部ね、すっぽり収まるっていうのはもちろんあるんですけど、これこの方多分いろいろ分かってて、そのロマンのかけらもない発言とか書いてますけど、やっぱ自分でもその分かってるんでしょうね。だからその本当にまさにそうで、やっぱりその、容量が大きくなると、中に入る荷物が増えるので、たくさんのものを抱えられるっていう風な状況ができてしまうんですよ。だからバックパックを一つに絞って、その容量を絞っているっていうことは、その、キャパシティがもうそれに限られるってことなんですよね。だから荷物が少なくなるし、軽くしなければならないって状況が生まれる。自分自身でその制限をそこに課して、はめていくっていう風なことをやっているってことです。それがやっぱミニマリズムの実践っていうこと。だから、もちろんその苦しいこともあるし、厳しいこともあるし、それによって選択しなければならないってことが出てきますね。で、バックパックっていうのは、基本的に山系のやつは全てそのロードキャパシティってものが決まっていて、その例えば、耐えられる重さですね。そのバックパックが一つで何キロまで、これは使えます、耐えられますっていうのがもう全部スペックで出てるんですよ、大体。メーカーによって。で、なので私が使ってるハイパーライトマウンテンギアのものは、ロードキャパシティが11キロとかなんですよね。だからもうその11キロ以上の荷物は積めないっていう風になってる。それはそのバッグが壊れてしまうからってことなんですけど、だから、そういう風にバックパックの容量を制限してるっていうのはやっぱそういう意味もあります。はい。物を減らすと自由になれるのかのコメントで、時丸と共に目覚める朝って、目覚めちゃってるやん。ね。そう、だから朝聞いてくれてるんでしょうね、これね。ありがとうございます。だから自分も結構その撮影してるのがこういう風に朝だから、なんか意外とその方が気分的にはなんかフィットするのかもしれないですね。なんかほら夜の部屋でこう話すようなチャンネルとかは多分夜聞いた方がその親和性が高かったりするのかもしれないですけど、だいたい僕朝話してるんでね。なんだか哲学的ですね。私は宿直、当直が定期的にある生活ですが、その時にテンション低いままに日常を続けることができるようになったことで、生活が少しミニマルになった気がします。下着は直頭室に石鹸とドライヤーがレバー、変えなくても OK みたいな。これはだからその環境によって自分の生活とかライフスタイルが変えられるっていうことを自分の経験に基づいて共有してくれたコメントですね。ものすごくいいですね。やっぱあれだ。夜泊まるような仕事ってことですよね。いわゆる宿直で泊まらなければいけないので、その時に、やっぱテンション低いままで、やっぱ夜、こう過ごすことが、低いんでしょうね、テンションがね。そんなうるさくできないんでね。こんな歌ってるやつとかいたらね、嫌だから、やっぱそういう、静かに日常を送ることができるようになったっていう。それによってミニマルになったっていうね。これ面白い経験ですね、やっぱね。で、それによってその石鹸とドライヤーさえあれば、下着はもうだからそこで洗ってね、それを使えるっていう感じ。だから替えはいらないみたいな。だからそうですよね。なんか旅とかもやっぱり結局、服とかを、洗濯しなければならないような量を、めんどくさいんですけど、持っていくことによって、全体の総量を減らして荷物が軽くできると。でも石鹸とね、確かにドライヤーあればすぐ乾くしみたいな。僕のね、使ってるとものすごいすぐ乾きますよ。なんか、本当にすぐ乾く。やっぱ服が少ないと、その洗濯の頻度が上がるっていう問題はあるんですけど、それによって、洗濯をし忘れていた時に、やばい、T シャツがないとか、やばい、パンツがないってことでよく起こるんですよ。もう一枚しか持ってないんでね。で、結構洗うんで、やっぱ洗わなきゃいけないんで。でもそうなった時に、その素材が乾かしやすいものを使っていると楽です。もうなんか朝とかにやばいって気づいても、ちゃちゃっと20分ぐらいで洗濯して、で、あとドライヤーかけるとか、で、ドライヤーかけなくても、なんかエアコンとかでね、やっておいたら、本当に30分かからないうちに、薄いものは乾きますね。カズーヨー、カツーマなんで英語やねんって。これあれか、時丸田中に合わせてくれてるのか。時丸田中に合わせて、カズーヨー、カツーマ一言だけ。なんか最近こういうミニマルなコメントも結構あって、僕は結構好きですね。なんか一発で。自分のなんかネタに対してネタを返してくれてるみたいな。
面白い。これもいいね。ホワイトボックスの隣にイエローボックスがあったとはっていう。そう、この間バスルームでね、撮影をしたんですけど、この横にね、そのイエローボックスがあったと。これ、ちょっといただきますね、これ。どうもイエローボックスで暮らしてます、時丸ですよね。バスルームの中で暮らすだけで生活する男っていうね。それはちょっとね、でも湿気とか無理だろうな。電子機器関係を持ち込めないから、ちょっと無理だな。でもかなり面白いね。でもトイレとか風呂はあるからそこで全部済ませられるっていうことではあるんだけど。だからかなり広いユニットバス。まあ、お風呂場がすごい広い家とかたまにありますよね。だからそういうとこだと、でもちょっとやっぱ難しいな。湿気の問題が出てくるからな。ホワイトボックスで暮らす。じゃなくてイエローボックスで暮らす自分みたいな。このね、あんた天才だよのコメントをいつもくれるネズミさんクッキー。もうこれ覚えましたね、完全に。で、なんかその視聴前と視聴後っていうね。で、これ他にもコメントもらってた時に、なぜこれをつけてるかというと、私のサムネイルがすべて同じなので、自分がそれを見たかどうかを判別するために、いわゆる足跡的にね、残して書いてくれてるっていうコメントをしてくれてて。いや、これ面白いなと思いましたね。だからそういう使い方があるんだっていう。で、毎回、あんた天才だよってね、言ってくれるんで、なんかこれはね、嬉しいですよ、僕も。それが自分のね、サムネイルが同じだからっていうね。そう。ちょっと、確かにそのサムネイルが全部同じだから、なんか自分でも、なんか何の動画作ってんだろうな、みたいなことあるんですよ。なんかこれ、なんか過去にもやってないっけみたいな。でもそういう感じになっちゃうんでしょうけど、でもやっぱり喋ることっていうのは、昔1年前に考えていたことと今考えていたことっていうのはどんどん変わっていて、で、やっぱりこの更新していくことによって自分のその最近の考え方とか、どういうふうな経緯でそのような考え方にたどり着いたのかとか、そのミニマリズムの実践とかフェーズもやっぱりそうですよね。なんかだんだん減らしていく中で、最初はそういうふうにいるとかいらないとか思っていたものが、だんだん物が少なくなって生活するようになって、それがまた変わってくると。持ち物が変わってきたりとか、っていうことはよくあることなんで、なんかそういう自分の中ではそういうトランジションの中で投稿し続けているんですけど、でも見てる人からすると、もう全部サムネが同じだから、足跡をつけてね、確認するっていう。それにね、なんかみんなコメント書いてくれてるのも面白いんですよね。皆さん秀逸ですよね、本当にね。物を減らすために行った5つのことで、私の趣味、散歩、読書、週1くらいの近所のサウナです。物必要ないものばかりですってね。骨川筋子さん。いいハンドルネームですね、これね。そうですね。その物が少ないものばかりっていうのはものすごくいいですよね。やっぱ物が不要な趣味っていうのかな。これだから僕も共通していて、散歩、読書、で、サウナ。サウナはそんなにやらないですけど、でもやっぱりヨガとかランニングもそうですよね。だから本当に物がもう必要ないんですよね。で、ランニングとかもシューズとまずまずのパンツと、あとはまずまずの道路がね、あればそれで完成してしまうので、ジムにすら行く必要もないと。だからこれは確かに、ミニマリストだからっていうか、やっぱりあるのかもしれないです。やっぱり物を持ちたくないから自分がそういう風な趣味を選んでいる。どっちが先かわかんないですけどね。ただ楽しくてそっちをやっていたら、たまたまそれが道具が必要がないものだったっていうこともあるかもしれないですけど。昔はやっぱり釣りとかゴルフとかやってたんですよね。で、僕ゴルフ始めたのがむちゃくちゃ早くて、なんか小学校の頃から、僕の担当っていうか先生がゴルフやってて、で、その方に教えていただいて、で、そこからゴルフをやるようになったんですよね、一時期。で、もう途中で、やっぱりコースに行くのが大変だし、で、そもそも車ないといけないので、やっぱどうしても親とか、で、持ってる人に連れてってもらわなきゃいけないみたいな感じだったんで、やめちゃったんですけど、でもやっぱその時は、道具一応揃えましたね。なんか、子供用なりに、なんかキッズ用のドライバーとかちゃんと短くしたものを、だからやっぱりその時から結構、道具たくさん持ってたんですよね。今はなんかでもそういう道具を使う趣味っていうのが自分の中であんまり考えられなくて、自分がやってる登山とかはやっぱりものすごく道具使うんですけど、でもそれは日常とマージさせることによって、東京の都市の中でも山の道具で生活するってことをやることで、日常的なアイテムがそのまま使えるって感じになってますね。少ないものでできる趣味っていうのはね、やっぱいいかもしれないですね。
これは。Are you following the same path as life according to Craig? Yes, maybe, but I don't want to delete my channel. ね、そうね、SNS を削除しましたの動画で、私がね、好きなね、クレイグっていう、アメリカのエクストリームミニマリストがいたんですけど、彼は YouTube チャンネルも消したんですよね。だから、そいつと同じ道辿るのかっていう質問で、私は多分消さないとは思いますね。今のところ。ただものすごく、YouTube っていうのは結構スローなメディアだと思っていて、自分の中では。やっぱりこういうふうに喋って、で、雰囲気とかも伝えて、で、映像と音でっていうのは、やっぱり、このたくさん情報量がやっぱ多いので、インスタみたいに、瞬時に消費されていくものではないと思うんですよね。だからそういう意味で、やっぱ時間をかけなきゃ見れないっていうのが、やっぱ一つ映像のコンテンツの良さ、悪さっていう言えるかもしれないですけど、良さでもあると思ってるので、だから、スローなメディアとして、ポッドキャストとか YouTube とか、僕自身も結構好きだっていうのがあるんで、他の人の発信とかを見るのがね、ちょっと YouTube は続けていきたいとは思っています。これいろいろコメントいただいていて、インスタ削除すると気持ちいいですよ。今は YouTube と LINE のみです。今後は YouTube だけにして LINE もやめようと思ってますっていう。みんな自分のね、SNS アカウント事情みたいなものをね、共有してくれてますね。だからインスタも削除すると気持ちいいですよと。これはもうね、わかりますよ。だから今逆にインスタグラムだけになってるので、それだけやってればいいかなみたいなのはあるんですけど、それでもやっぱり、これインスタもなかったら、もっと、楽になるなというか、もうこの YouTube だけやってればいいかなって感じになるんで、それもありかなって結構思ってますね。ただなんとなくやっぱり自分は文章を書いたりとかもしてるんで、あとは旅してる時の、旅の様子とかをストーリーズとかで上げるのが、結構好きかなっていうのがあるんで、それだけはちょっとやっていきたいなとは思ってはいるんですけど、LINE もやめようと思ってますね、この人ね。僕もね、LINE はやめようと考えてたことがあって、で、結構 LINE の使用自体ももうかなりミニマルにしてますね。で、これ昔話したかな、メッセージアプリがあるじゃないですか、純正の Apple の。で、僕はApple のアプリだけで生活できないかっていうのを試みたことがあるんですよ。だから例えばApple 純正に全部ブラウザとかメールとかメッセージアプリとかカレンダーとか入ってるじゃないですか。だからApple だけのもの、だから他のものをもうダウンロードしないっていうね、方式を一応試したことはあったんですけど、やっぱりね、ちょっと難しかったですね。でもマージできそうな気はしてます。ちょっとカレンダーの問題とかを解決することができれば。そうなると、だから LINE もういらなくなるなと思ってるんですけど、これから先日本は私たち家族はどうなるんだろうと不安になっていましたが、消費から生産へ、地域で経済を回す、必要最低限で生きて、消費ではない人とのつながりや経験、ペットにお金を使って幸せを見出しながら生きていきたいですって。これミニマリストなのにお金がたまらない理由、インフレ時代の家計術っていう動画でいただいてます。すごくまとめてくれてますね。自分が言ってることをね。消費するよりも生産しよう。ね、地域でお金とか経済を回していく。で、必要最低限、物はなるべく少なくして、で、人とのつながりを大事にしていく。経験に時間を使っていく。で、ここに、僕多分書いてなかったと思うんですけど、多分この方は多分ペットを飼ってるんでしょうね。そうだからやっぱペットにお金を使ってっていうのはね、いいと思いますね、これやっぱね。やっぱそういうね、生き物、家族みたいなもんでしょうけど、に、ちゃんと自分が、もう本当身の回り、半径3メートル、5メートルの中でね、まずそこを幸せにしてから、自分がまず幸せになって、そして周りの人たちを幸せにして、もうそれだけで十分ですからね、実際ね。だから確かにこの先日本はどうなるんだろうとかっていうふうに不安になる気持ちは誰にしもあると思うんですけど、僕もありますけど、でもやっぱりその中で、やっぱミニマリズムが結構役に立つっていう場面があるなと思ってます。少ないもので暮らしていくっていうことは、本当に明日どうなるかわかんない。一年後どうなるかわかんないっていう、もうわかんないことだらけに基本的になるので、それに備えるっていうことはやっぱ自分をいかにフレキシブルな状態、もう柔軟な状態に置いておけるかっていうとこ。で、そうなるときに、やっぱり、いろんなものとか、そういうものに縛られていると、動きが取りにくくなるっていうことなんですよね。何か起きたときにね。私は LINE、WhatsApp、YouTube、LinkedIn を使っています。
ちなみに今サブスクはどんなものを使っていますかってね。LINE と WhatsApp と YouTube とリンクとか結構なんか面白いラインナップですよね。だからでも SNS 系は YouTube、SNS じゃないですけど、YouTube しかないってことか、そのコンテンツ系は。そう、サブスクはどんなものを使ってますかってことなんですけど、僕使ってるのは、基本的に写真とか、編集系のライトルームっていうね、Adobe のソフトウェアと、あとは最近チャット GPT 使ったりとか、あとは YouTube で使う音楽のサブスクリプション。これはミュージックベッドっていうのと、エピデミックサウンドっていう。どっちか。エピデミックサウンドのが多いですけどね。多いですかね、使うのはね。そんなものかな。あとはメルマガ購読してたりとか、あとはノートとかもそうですよね。ノートも、購読してたりとか、あとはなんだろうな。あとあれだ、アマゾンか。結構多いね。だからね、アマゾンプライムでしょう。で、結構アマゾンで割とオートミール買ったりとかしてるんで、なんかその食品系買ったりするんで、やっぱ送料無料っていうのは、トータルペイできるんで、アマゾン使ってたりとか、そんなもんかな。あとはスマホとかもね、結局その、毎月の通信代みたいなものは、格安シムですけど、サブスクには一応なりますかね。あとApple Music 入れてますね。Apple Music。音楽は私にとっては結構必須なんで、Apple Music は使ってます。Why am I hearing you as an AI? これ多分あれでしょうね。僕の、最近自分の声を勝手に英語に翻訳してっていう機能がついたんですよ、YouTube に。これオートダビング機能って言うんですけど、これ面白くて、だからつまりミスタービーストとか海外の YouTuber いるじゃないですか。その人たちの日本語吹き替えの音声っていうのがついてるのがあるじゃないですか。たまに海外の映画で。ああいう感じで、日本語もですね、一応英語に翻訳されるようになったんですよね。自動的に。これすごい進化で、全然僕の声とかには似てないんですけど、それでも、なんとなくね、多分字幕がベースになってるんですけど、自分が言ったことをすべて英語で喋ってくれるっていう風になってます。これだから本当にますますプラットフォームがフラットになっていくというか、やっぱ日本語っていうのは日本語話者、日本語をわかる人にしか通じないので、1億数千、それから日本以外に住んでる日本の方っていう感じになると思うんですけど、英語になるとですね、さらにやっぱり広がるというか、だからこれはかなり大きな可能性を秘めてるなとね、思ってますね。すごい進化です。YouTube はやめないでください。お願いします。ありがとうございます。続けていきます。このコメントに勇気づけられました。続けていきます。面白いな。先週の月曜日コロナにかかり1週間の部屋にこもる生活。この間に時丸さんのことを知り、動画と Spotify を流し続けながら部屋掃除をしてました。物の数が半分になりました。図らずしもミニマリストの目が芽生えたコロナ期間でしたってことで。ありがとうございます。ね、なんかね、ありますよね、そういうのね。やっぱなんか病気とか、1週間とか2週間とか、なんかそういう期間によって、新しい情報が入ってきて、普段とはやらないことをやっていって、自分が変わっていくっていう。まさにそういう経験をしていて、で、この方は、僕の動画とポッドキャストを流し続けて、だいぶおかしなことになっちゃいますけどね。物の数半分になったと。素晴らしいですね。なんか、僕もコロナの期間に、やっぱ2020年からロックダウン始まったじゃないですか。それでね、やっぱ変わったんですよね。自分の生活とか考え方とか。で、ミニマリズムに関しても、コロナ禍の時期に結構新しいフェーズに入ったのが一つあって、それはやっぱり山の道具を日常生活で使うようになったっていうことですね。そう。なんかやっぱコロナの時っていうのは基本的に人が多いところに入れなかったからみんな結構自然の中に入っていたでしょう。だからなんかよくほらキャンプとかもさ盛り上がったじゃないですか、ものすごく。で、自分自身はもうその前から別に普通に山には行ってたので、なんかね、山の中に入っていくっていうことがますますでも、やっぱ時間ができてブーストされたんですよね。で、それによって物をまた一段ぐっと少なくして、だからその時は多分100個以上持ってたんですよ、コロナ前までは。110とか120とかだったんですよね。で、コロナ禍に入ってから、また一段ギアがかかって、90、80、70っていう風にぐっと減っていったんですよね。
それがまあ自然の中で使う道具と日常生活のマージっていうところで、それをやったっていうのがコロナ禍の時代でした。あとはリモートワークベースになったので、やっぱりその場所とかに縛られている仕事は無理だなって思って、で僕ずっとまあ、カメラマンっていうか撮影をしてきたので、やっぱその撮影の仕事が全部なくなったんですよね、その時にね。で、そうなった時に、これなんか撮影、まあそういうことが起こりうるなっていうね、今後も思ったし、で、やっぱりそのスタジオに行って現場で撮らなければいけないっていうのは、やっぱりその自分の体をやっぱり動かしていって、そこでやっていくっていうのは、そういうこうロックダウンみたいなものが来た時にはものすごくリスクになるなと思って、で、それで、文章をよりね、本格的に書き始めたりとか、あと本とか写真集をもっと作ったりとか、自分のそのなんかクリエイティブみたいなものを、深めていった時代ですね。だからあれがなかったらもしかしたら僕 YouTube もやってないかもしれないんですよ。そのコロナ禍の時代に割と被って始めてるので、そう、だからコロナ禍がなかったら YouTube、今こうやって皆さんに話できてないんですよね、多分ね。それくらいだから大きな変化を与えてくれた感じです。で、もう一つこの話から教訓として多分言えるのは、この方のコメントから思うのは、やっぱり、その1週間とか2週間って休みを人がいかに取ってないかってことなんですよね。で、これ最近私そういう本をちょっと読んでるんですけど、やっぱりその、日本って特にその1ヶ月とか取れないじゃないですか、休暇を。働いてる人は。で、これは、例えばヨーロッパだと、まあ、2週間とか3週間のバケーションを取るっていうのは、結構いろんな国で行われていて、やっぱその間に自分の生き方の方向性を考えたりとか、やっぱみんなしてるんですよね。で、それによって、よりその人生をよく生きていくっていうふうなことをやってるんですけど、日本っていうのは、そもそもそういうふうなまとまった休みを取るような習慣みたいなものが企業の中に根付いてないんで、なんかさ、その品種買うでしょ、すぐ。1週間とか2週間とかなかなか休める会社って多分ないと思うんですよ。だからそれも問題だと思っていて、で、だからそういうのがないから、だからそのやっぱコロナになるとかインフルエンザになるぐらいしかないんですよね。だから僕もこの間年末年始にインフルエンザかかった時には、でもこれ休みの時にかかってるから僕はちょっとなんか損した気分になったんですけど、本当にね、休んだんですよね。1週間、10日ぐらい。その時にやっぱいろいろこれまで溜まっていたドラマとかね、映画とかをものすごく見れたってのもあるし、だからそういういかにだから休みが足りてないか、まとまった休みが取れてないかっていうことの表れだとも思います。これはね。毎日のお風呂がめんどくさいです。決心がいります。何かいい方法はありませんか？ペンギンさん。いわゆるその風呂キャンセル界隈っていうやつですね。今言われてるね。風呂がめんどくさい。こうわかりますね。僕もね、結構ね、なんかめんどくさくて、風呂が。だから、ものすごく風呂に入る時間もそうだし、風呂の中での自分のその動きみたいなものをミニマルにしてますね。これは。なんかだんだん風呂入る時間が短くなっているっていうふうに、自分で思っていて。で、これは本当になんか、だからシャワーとかが、なんかもうすぐ終わるみたいな感じ。でもなんか、やっぱ髪の毛とかあると髪の毛洗わなきゃいけなかったりするんで、そのやっぱ時間が取られたりするんですけど、基本的にシャワー、家では。で、外では結構だから大浴場があるような、なんか宿とかホテルを選ぶんですけど、でもやっぱり家の中ではもうほとんど溜めずに、冬場でもずっとシャワーですね。で、もうザザッと。勢いで。でもなんか、まあ、洗わないって言ったらあれだけど、なんかその、石鹸とかで全部こう全身とか髪とかを全部洗わないってことかな。でも、そういうこと言ったらなんかその、すごい洗ってないみたいに聞こえるからなんか嫌なんだけど、洗ってますけど、なんかその、ザザッといくってことですね。もうカラスの行水っていうのかな。もう、ザザッと水浴びするみたいな。自分をカラスだと思う。自分をカラスだと思う。これが一つの方法。なんかスズメとかってさ、もうささってこう水、シャッて浴びても終わりじゃないですか。だから自分を、なんか鳥だと思って、鳥だと思ってこうシャワーに入ってって、ささっと浴びて出てくるみたいな。それがいいんじゃないですかね。鳥だと思う。風呂入るときは。それくらいの勢いでさっと。全然回答になってない。トッキー髪切ったって。いや、友達かい。いや、もしかしたらこれリアルで知ってる人かもしれないですね。こんだけカジュアルに。トッキー髪切った？ SNS 削除の動画で。タモリみたいな。タモリさんみたいな。
髪切った。できることならスマホごと捨てたいです。そして失踪したいですって。うん。強烈ですね。エクストリームですね。でも本当にそれができたら、でもそういう時間が必要なんでしょうね。もう本当に全断捨離で、一切連絡も取れないみたいな。この間ね、久々に友人とご飯に行ったんですけど、そのお店が地下のお店で、全くその電波が入らないお店だったんですよ。で、やっぱり癖でね、お互いっていうか、こう出しちゃうんですよね、スマホをね。なんか例えば誰か一人がトイレに行った時とかに、何もやっぱやることないからスマホを出すみたいなことがあるんだけど、そこで電波がないと、これ本当にもう、おって思うんですよ。だからもうその時にやっぱいかに自分がスマホに依存してるかっていうのがわかりますね。でもデバイス自体があるっていうこと。だからこれを本当になくす。そして失踪する。それが一番エクストリームなやり方でしょうね、これね。ブログの動画はどんな旅になるのかわかりませんを聞くために見ているところはある。これね、見方正解です。はい。私もね、この旅はどんな旅になるのか全くわかりませんっていうのを最近もう言うために旅してますからね。もうね、もうそこだけなんですよ。なんか言いたいのは、伝えたいのは。で、これだから、一番私の動画の肝である部分をこの方掴んでくださってますね。旅の映像とかなしで、もう、音声だけでね、なんかもう、この旅がどんな旅になるのか、全くわかりませんっていう、なんかもう Vlog の究極のなんかミニマルなスタイルみたいなものを一回作ってみたいなと思いますね、なんかね。アフリカのなんか砂漠とかで、この旅が、これすごい。孫の名前に時丸を候補に入れてもらおうと思っております。大丈夫これ。大丈夫これ、孫の名前に時丸候補って。いや、嬉しいですけどさ、私は。でもさ、その孫が成長した時にね、私の動画を見つけてね、これが名前の由来かってなったらね、相当びっくりすると思うんですよね。これが、私の名前の由来の時丸、田中。怖いね、ちょっとね。気をつけてください。時丸さんは海外に住んでたことがありそうな感じがするんですが、そういう話も聞いてみたいです。ね。これなんかちょっと動画作ってみてもいいかもしれないですね。で、僕は住んでたっていうよりかは割と短期で1ヶ月とか2ヶ月とかを、ずっと長くこう行ってたって感じで、それ一番最初はインドネシアのバリだったんですけど、そこが自分の海外経験のなんか最初の、場所でしたね。で、それはなんか最初調査のあれで行ってたんですけど、人類学やってたので、フィールドワークのために入って、中でいろいろその調査をしていく。で、もう自分一人で入ってそこでいろいろ生活していくってことで、現地の人たちと暮らしながらやるってことをやってましたね。で、それが終わっても、それ学生の頃をメインにやってたんですけど、それ終わってもやっぱり何度か、足をやっぱ運んでいて、そこでできた人間関係とか、そのバリ人の友達とかいるので、で、今も結構連絡取り合ったりはしてます。はい。なんかね、やっぱり一つの日本じゃない地域で長く暮らすっていうのは結構、いい経験というか、なんかその感覚があるからなんか今こういう風な生活をしてるっていうのもちょっとあるかなと思いますね。やっぱその関係性も若干。例えばさっきのシャワーの話で言うと、僕ずっとバリ島では、いわゆるロスメンっていうね、安い宿にずっと長期滞在してたんですけど、その頃は、もう水シャワーなんですよ、基本ね。向こうは。あったかいってのもあるんですけど、時期によっては結構寒かったりするんですけど、そもそもそのお湯が出ないような宿とかってたくさんあったんですよ、僕が行ってた頃。で、今はね、もっと、発展してますけど、ものすごい、成長速度でね、ものすごい速度で成長してますけど、だから僕が言ってた頃は本当に水シャワーが結構メインで、それどこの東南アジアの国も結構そういう感じだったと思うんですけど、だから本当にミニマルなワンルームのホテルで水シャワーだけがついてるみたいな、なんかそういうシンプルな部屋が多かったし、で、そういうところが好きだったんですよね。で、もうあとはそこからもう出て、で、5分ぐらい歩けばもうビーチみたいな、もうむちゃくちゃ、美しいビーチがあって、なんかそういう環境だったんでね、なんか家にいるよりも、外にいる時間の方が長いって感じだったんで、なんかそういうところとか、あとはやっぱ旅の中での必要な持ち物の精査みたいなもの。やっぱり全ての荷物をね、背負っていくっていうのは、結構登山と同じようなところがあって、基本的にバックパッキングの旅っていうのは、
やっぱその生活に必要なものを全部入れて歩くので、なんかそれで結構自分のものの軽量化とか自分に必要なものの見極めみたいなものがね、できた気はしますね。だから結構海外経験がものすごく役立ってる部分はあります。それはやっぱその文化を理解するっていうこともそうだし、なんか人に対して、なんかその人種とか、に対してのその寛容さっていうのかな。で、そういうのを感じたりとか、あとその日本がじゃあいかに特殊な国かっていうこと、あるいはその素晴らしい食と素晴らしいインフラ、これだけ整ってる国がやっぱないっていうことをね、やっぱりその外に出たことによってわかるところはあるんで、そこは結構やっぱ大事だったなと思いますね、自分の中ではね。まだちょっといろいろね、その海外については話したいことはあるんですけど、これくらいで。オリバー・ピーブルズのメガネ素敵です。時丸さんはメガネを買った時ネットで買いましたか？それとも実際に店舗で試着してから買いましたか？で、メガネは試着ですね。僕はその、なんて言うんだろう。毎回測ってもらって、ちゃんと視力を。で、合わせてもらって買うのが好きなんですよ。やっぱりその、一応その昔データを取ってはいるんですけど、やっぱ視力って変わるじゃないですか。基本的に悪くなる方向、良くなる方向はないとは思うんですけど、それでも、やっぱ悪くなる方向なので、それによってレンズの調整をしたいので、やっぱり店舗に行って試着して、もうその場で作ってもらって、っていうのが一番早い感じなんで、毎回そういう風にしてますね。時丸さんの考え方って意外とマッチョですよねって。これはね、マッチョかもしれないですね。もともとやっぱりその写真とか、カメラマンやってきたんで、ずっとそのアシスタントの時代から修行みたいな感じで叩き上げてきてるんで、気合と根性みたいな、なんかそこで乗り切るみたいな部分はありますね、やっぱね。でもそれだけじゃやっぱいけないんで、やっぱちゃんとその、ね、情報をもとにロジカルに考える、理論的に考えていくとかっていうことも意識はしてるんですけど、基本的にはなんかマッチョイズムかもしれないですね。全然ボディはマッチョじゃないけど。Have you tried weed-borne CBD yet? I never tried weed-borne CBD. I don't know. What is weed-borne CBD? weed-borne CBD って何ですかね？ちょっと調べてみる。普通の、でもそもそもウィードボーンじゃないの？ブランドがあるんだ。ウィードボーン CBD っていう。なるほどね。なんか、あるね。ウィードボーン CBD ってブランド名ですね、これね。試したことないですね。でも CBD は、そのやっぱ国によって、その THC の、含有量っていうのかな。含まれている量の規制が結構あるんで、これ注意した方がいいですね。だから僕がこの間紹介したものは、ネイチャー館のものは完全に日本合わせで作られているので、日本でも使用して OK ってことにはなってるんですけど、これがちゃんと調べてみないとわかんないですけど、このウィードボーン CBD がどういう風なものかっていうのはね、なんか規制が国によっては違うんで、だから下手したらその捕まっちゃうとか結構あるので、なんかそこはちょっと注意して選んだ方がいいかもしれないですね。時丸さんはじめまして。もしそれほど親しくない人にいつも同じ服着てるねって言われたら傷つきますか？傷つかないですかね。ありがとうございますっていうか、そうですかって感じで。やっぱ親しくないっていうことは、やっぱそれだけ自分のこと知らないっていうことなので、でも知らない人ってなかなか知らない人に言わないですよね、なんかね。なかなか言えなくないですか？いつも同じ服着てるねっていうのはね。でもしかしたらこの人は、そういう経験があって書いてくださってるのかわかんないですけど、でもね、気にしなくていいです、それはね。いつも同じ服着てますって言っといたら。ビボベアフットの動画で、靴下のことでお聞きしたいのですが、5本指靴下を試されたことはありますか？または使っていない理由などがあれば教えてほしいですってことで、ありがとうございます。ありますよ。もちろん。5本指。で、使ってましたね、結構しばらく。で、ランニングの時とかやっぱ登山の時とか結構気持ちよくていいんですけど、なぜ使っていないかというと、履くのがめんどくさいからです。はい。なんで僕は普通のソックスを使ってます。もちろん履き心地とかいいんですけどね、指をやっぱ一本一本通すっていうのがね、これなかなかね、だから私は相当のめんどくさがり屋ってことですね、もうね。一応穴が開くまで使ってたものはあるんですけど、メリノウールで、それもなんかウールのソックスで、もうランニングとか登山とかで日常的にも使ってましたね。でもなんかやっぱ5本指の方が結構いいっていう話は聞きますね。なんて言うんだろう。冷え性とか、冷えにも効くし、あとは足の指と指が離れていることによって、自由な動きを邪魔しないっていうこともメリットだし、あとは、
特に山とかランニングをする人にとっては、ずっと長時間同じ靴の中で足が動いていると靴ずれしちゃうんですよね。指と指の間が擦れちゃったりとかするんで、そういうトラブルもクッションがあることで軽減できるっていう、その3つの理由で5本指がいいっていう話はもちろん承知してるんですけど、ただね、やっぱ履くのがめんどくさい。もうなんか履くのに5時間ぐらいかかるでしょ。で、脱ぎ着してさ、で、また履いてみたいなのがね、ちょっとできないんで、僕は普通のシンプルなソックスを使って、使うようになりました。経済的自由を達成するための7ステップ、デーブ・ラムジー流でいただいてるんですけど、無利子の奨学金も返済した方が良いのでしょうか？低収入です。可能な限りで良いでしょうか？これはね、可能な限りでいいと思います。で、これだからその借金を早く、まず第一に返済しようっていうね、ふうなことを話してるんですけど、基本的に無利子っていうことは、それだけ、金利がつかないので、レバレッジが効かせられているっていうことで、自分のマイナスにはなっていないんですよね。だから大きな額を、ドンと、支払うってことは、それだけそのキャッシュを減らすってことになるので、それを分散して支払うっていう。で、しかもそれに余剰なお金が、その実際の金額よりもかかっていないってことになるので、それはなるべく長期に分散して返せるなら、それでいいと思います。で、むしろそれで、そっちを返済することによって自分のその日々の生活費のキャッシュフローが、悪くなるっていう。で、それによってまた他から借金しなければならないっていう風な悪循環に陥ることもあるので、月々ね、なるべく少額ずつ返していく。で、それで、あと自分の生活をちゃんとやっていくっていう方が大事だと思います。で、もちろん、その中で自分がもうちょっと稼げるようになったりとか、給与が増えてきて、収入が増えてきて、で、余剰に返せるっていうね、返せるっていう風になったら、奨学金にもバンバン突っ込んで、早期返済を目指していくっていう。そういうステップの方がいいですね。無利子の借金についてはそういう風に行うと。ただ、やっぱりその、金利がある借金、例えばもうカードローンとか、リボルビング払いとか、そういうものに関しては、もうなるべくそっちを早期の返済を目指すっていうのが基本だと思います。それは単純にその金利というね、実際の商品の価格よりも、かなり大きな額のものを払い続けることになるからっていうことですね。最近、暇と退屈の倫理学という本を今更読んだのですが、その中で消費と浪費という言葉が出てきました。ボードリアールによると、浪費というのは限界があって、どこかで物理的に限界が来る。例えば、贅沢なものを毎日飲み食いしてもそれには限界が来る。それに対して消費には際限がない。消費は実際に物を買うわけではない。観念や意味も消費する。ので、どこまでも消費ができる。そして消費すればするほど満足ではない。みたいな話で、時丸さんの机と椅子は浪費であり、この本では浪費を贅沢として肯定的に見ています。それを思い出しました。長文すいません。ありがとうございます。いや、全然長文すいませんではなくて、かなり的確なコメントで。僕もこの暇と退屈の倫理学読んでて、結構好きな本なんですけど、そう、まさにもう解説してくれてますよ、これね。消費と浪費。で、この本では確かに消費っていうのはもう際限がない。もう欲望が尽きるまで、もうまさにその、インスタグラムのフィードとかがそうですよ。もうツイッターとかの SNS の、もうずっといくらでもやれると。それによって疲れるという。でも浪費っていうのは限界がある。その、美味しい豪華な食事とか、そういうものはもう満腹になったらそこで打ち止めなので、だからそういうふうなむしろ浪費を使っていくことによって、暇とか退屈を乗り越えられるみたいなね、そういう話なんですけどね。で、自分が買ったその机と椅子っていうのは浪費に当たると。確かにね、その方が幸せになれるっていう、確かにね、それはあると思いますね。まさにそうだと思う。もう際限がないからね。だって机と椅子を買うってことは、もう一回買ってしまえば、それ以上机と椅子を一人暮らしで持とうと思わないですからね。だからその中で自分がいいものを選ぶっていうことは、もうそこで打ち止めになると。だから幸福みたいなものとやっぱ繋がってくるっていうことです、そこはね。ただやっぱりその安い家具とか安い椅子とかでもう使い捨てみたいな感じで、でもちょっとデザインがかっこいいからみたいな感じでずっとね、それを買ってると、もう壊れては買って壊れては買ってとか、引っ越しのたびに手放してはまた新しい机と椅子買ってみたいな、そういう風になりがちってことですよね。そうなってしまうとそれは消費になってしまうっていう。ありがとうございます。なんか久々に読みたくなりましたね。国分光一郎さんですよね、確かね。書いてるのね。これ好きですね。全部面白すぎて、便座に座ってるのかと思いましたって。減らしすぎてはいけないのね。椅子に座って僕話してるやつがあるんですけど、確かに、下見えてないから、便座に座っているように見えるかもしれないね。このチャンネルは虚構ですかっていうね、コメント。
はい。このチャンネルは虚構です。時丸田中のチャンネルはすべてフィクションです。真に受けないでください。ただこのホワイトボックスに暮らしているっていうのは事実で、そういう、ことをね、ネタ的にね、お送りしています。虚構です。だから虚構かどうかの見極めができない人は、多分ご覧いただかない方が結構危ないので、それでどんどん物捨ててしまってね、私みたいに、何もない部屋で暮らすことになってしまうので、それはね、いいことではあんまないんでね、エクストリームミニマリストってのはね、やっぱね、ちょっと頭おかしいので、そこはね、真似しない方が、いいと思います。なんでヨガにハマったんですか？きっかけとか知りたいですってね。話すと長くなりますね。でもアシュタンガヨガを始めたきっかけみたいな多分動画上げてるので、そちらで詳しくはね、見ていただければいいと思うんですけど、なんかね、もともとずっと太陽礼拝だけはやってたんですよ。もう7年ぐらい、太陽礼拝だけをずっとやり続けてきて、これ一人で独学でね、なんか YouTube とか見ながら、で、そのきっかけっていうのは自分が、お世話になってる先輩、ディレクターの方がですね、ヨガをやっているっていうのが一つあったのと、あと、ずっとその写真やってきたので、結構世界のですね、やっぱ写真家とかカメラマンとか、結構フォトグラファーたちは、ヨガやるんですよね。やっぱそのニューヨークとかで、自分のなんかこう、ライフスタイルの中でこう、ファッショナブルなものとして多分捉えられてたりもするんでしょうね。それで結構その、海外のフォトグラファーが自分のスタジオで撮影前にヨガをやるっていうね、そういうものをいろいろ見てたりして、で、自分もなんか、やってみたいなって、そこでちょっと思ったんですよね。で、それと同時にやっぱりそのインドの哲学とかヨガ哲学みたいなものの興味が結構あって、で、それをやり始め、その興味から入ったっていうのが一番最初の感じですね。なんかいろんな、だから、自分の周りの人がヨガやってたりとか、自分の知り合いのカメラマンがヨガやってたりとかで、最初はそれがきっかけになったと。で、7年間ずっと太陽礼拝だけやってて、もうこれ全然、なんかその伸ばす気とかは全く自分の中ではなかったんですけど、これもコロナ禍の時代に、ふとですね、もうちょっと本格的にやりたいなってなんか、ふっと来たんですよね。で、それがやっぱりアシュタンガだったんですよ。で、僕のその先輩からもずっとそのアシュタンガ、時丸はアシュタンガが向いてんじゃないっていうのをずっと言われてて。で、なんかそう言われたらなんとなくもうそれが自分の中にずっと残ってて、いや、これじゃあちょっとアシュタンガやるしかないなと思って、で、日本でね、トップの、アシュタンガの先生のとこにいきなりね、突撃っていうか連絡をして、で、そこから自分の練習が始まったって感じです。でも全然やっぱ今まで独学でやってたのともう180度変わりましたね。考え方も実践も、で、体とか呼吸の仕方とかも全く変わりましたね。だから本当に、習ってよかったなって思いました。で、特にアシュタンガヨガっていうのは現代ヨガの一つではあるんですけど、これもう正式な指導者にちゃんと指導を受けなければならないっていう結構厳格な決まりがあって、でないとやっぱりその間違ったやり方でやると結構危険な部分があったりするんですよね。それはもう体的にもそうだし、精神的にもそうだし、危険な方向に行かないために自分のその先生がいると。で、その先生はちゃんとそのインドで、サーティフィケートされた、ちゃんと資格を取った先生であるってこと。が重要で、だからそういう人たちに学ぶことによってですね、かなり体系的に学ぶことができたし、で、今でもそれを続けることができているっていう風な感じです。過去にもそのヨガ関連の動画数本上げてるので、興味があればそちらもぜひご覧ください。こう聞くんか。こう聞くやろ。こうしか聞かんやろ。こうしか勝たんやろ。このチェーンや。表。すごいよ、最近。こうの、千葉祐希さんの勢いが、本当に、リスペクトだよ。ライブも行ってるからね。ライブも。コートウーアのツーマン行ってるから。ビボベアフットのシューズの選び方で、背低く見えるっていうね、コメントあるんですけど、これ見えます。背が低く見える。なぜなら、本当にもう5ミリしかないから、5.5 ミリぐらいしかないので、ソールが。だからもう本当に自分の身長そのままになっちゃうので、ベアフットシューズは、それが、弱点といえば弱点かもしれないですね。その気になる人にとっては。でも僕なんか別に全然低く見られてもいいんで、履いてるんですけど、そう。だからそこはね、問題としてあれば、普通のスニーカーっていうのは結構さ、分厚いでしょ。3センチ、4センチ、5センチとかあるかな。で、結構厚底系になるともっとあるから、身長かさ増しできるんですけど、だからベアフットシューズは背低く見えますね、これはね。ランニング用のコンピレーションアルバム、Spotify で公開お願いします。確かに、これはありかもな。自分のコンピレーションを公開するってことね。なんか意外とシャッフルで聞いちゃったりしてるんですよね、なんかね。それもだから、
気分によって結構変えたりしてるんでね。ベアフットランのためにいくつか試しました。キネア無敵、マーモットクライミングシューズ、モンベルサンダルが膝に来ちゃって、この靴は試してみたいってね。ケブローさん、ケイタさんね。ケイタさん、膝に来ちゃってるじゃないですか。これだから、膝に来ちゃうからトレーニングが足りてないから。ゆっくり慣らしていかないと膝に来るんですよ、これは。で、それが慣れると本当に膝に来なくなります。だからやっぱりもう本当1年2年ぐらいのレベルでずっとね、慣らしていく。だからこれ多分シューズのせいじゃないんですよ。だから、ベアフットシューズっていうのは基本的にどのようなシューズでも構造は一緒なので、もうソールがとにかく薄いと。で、ゼロドロップであるっていうこと。前と後ろのね、かかととつま先の高さがないっていうものなので、だからこの、いろいろ試してますけど、やっぱりね、それに足を慣らすっていうのがまあ一番のポイントになるので、だからもう歩くことからですよね。まあ歩くことがいかに基本かっていうこと。で、まあ自分はもう一番最初サンダル、ゼロシューズで試してきましたけど、サンダルから入ってきてもひたすら歩いて、で、だんだん走りに入っていくってね。この間ベアフットシューズを使っている方と、沖ノ島でね、出会ったんですけど、その方もね、だからサンダルでもう、ウルトラマラソンとか出てるって言うんですよ。すごいなと思って。で、やっぱ話を聞くと、なんか近所にコンビニに買い物に行く感覚で外に出られるから、なんかその勢いでそのまま走れるんですよね。サンダルで外に出るタイミングってなんかそういうの多いじゃないですか。なんか楽に履けるからそれを履いて出るとか。なんかその延長線で、よっしゃなんか今日走るぞっていう風に気合い入れるんじゃなくて、なんかその人は本当にサンダルでフラッと外に出る感じで、コンビニに買い物行く感じでね。で、そのついでに走っていくっていうね、サンダルで。で、それをだからそれが継続のエンジンになっているってことですよね。で、それによってずっと走ることを続けて、そのマラソンとかにね、ベアフットサンダルで、出場してるっていうね、方とこの間出会いましたね。若い女性の方なんですけどね、すごいですよ。でもそろそろ暖かくなるんで、僕もね、ちょっとサンダルの季節になってきて嬉しいんですけど、履いていきたいと思います。私が持たないもの100選の動画で、持っていないもの1万個言えるまで終われない生配信をお願いします。ハードル高いなぁ。これすごいアイデアすごいな、これな。1万個言えるまで終われない生配信。どんくらい時間かかるんだろうね。24時間。耐久レース。なくはない。将来的にやらない可能性はなくはないですね、これで。時丸さん、今までこっそり楽しんでましたが、もうコメントせずにはいられないほど爆笑させていただきました。これからも楽しみにしています。私が持たないもの100選でね。コメントしてください。ね。こっそり楽しんで、こっそり、いるんだな、こっそり丸が。こっそり丸がいるでしょう。コメントね、ぜひね、気軽に書き込んでくださいね。コメントに勇気づけられて続けてますから。もうコメントなかったらもう多分やめると思う。もう、皆さんのコメントが面白いんでね、続けてるところあるんで。生活をシンプルにする5つの習慣。で、積み立て NISA とか絶対やらなそうですねって書いてくれてるんですけど、私ね、やりますよ。もちろん積み立て NISA ももうフルフルで突っ込んでます。はい。で、なんか私はそのミニマリズムとか、いわゆるそのシンプルな生活とか、なんか心地いい、いわゆるそのヘルシー系の感じじゃないんですよ。まあ、それもあるんですけど、まあ、エクストリームなんで、エクストリームに物を持たずにして、資本主義を巧みにハックしながら自由を求めていくっていうね。だからもうやってることはもう、かなりいかついっていうか、えげつないですよね。一見そのほらミニマリズムとかミニマリストっていうとなんかそのシンプルライフで心地いい暮らしみたいなものを目指してるんだろうなっていうのあるじゃないですか。そこのね、領域をね、自分はちょっと超えちゃってて、もうなんかその心地よさとかないんですよ。こんなもう何もない部屋で。寒くて痛くて、今も結構お尻痛くなってきてて、もうそろそろちょっと話すの限界になってきてるんですけど、資本主義を巧みにハックしていって、どういうふうにこの時代をサバイブするかっていう、もうサバイバーっていう感じで、生きてるんでね、ガンガンもうフルボッコじゃないな。フルフルで突っ込んでます。はい。はい、新しい自分になる方法でいただいてるんですけど、ちょっとね、長いのでかいつまんで、ご紹介すると、数日前、時丸さんの動画にたまたま出会い、過去動画見てますと。家族とか友人関係、仕事、健康、それもどれもそんなに悪くないはずなのに、どこか人生に疲れてしんどくなっていたと。で、時丸さんの動画見て、自分の物質や情報の波に飲まれていて、脳が混乱状態になってたのだと気づきました。質問ですが、時丸さんは人間関係のミニマリズムについてどう思いますか？行った方が良さそうな社交場、
付き合っておいた方が良さそうな人間関係に振り回されている、疲弊している20代女性です。もともと一人が大好きなので人間関係をミニマリズムにすると本当に孤独になってしまうのではないかと不安がある反面、一人になりたいというわがままもあります。参考のため時丸さんの率直な思いを聞かせていただきたいですっていうね。ありがとうございます、コメント。これね、人間関係のミニマリズムっていうと残酷なように聞こえるんですけど、その中にもいろんな種類があるってことをまずは自分の中で認識しなければなりません。で、ここ書いてくださってる、行った方が良さそうな社交場とか、付き合っておいた方が良さそうな人間関係っていうのは、その自分で付き合いたいって思ってないわけですよね、多分。で、なんかそういう風な、誰かの圧力かもしれないし、その社会的な圧力みたいなもので、行っておいた方がいいですよとか、この人とは付き合っときなさいみたいな感じのものを誰かから言われていて、自分がそうやらなければならないって思って付き合ってる人間関係ですよね。それは、実際に最初は行ってみた方がいいと思うんですよ。で、それでやっぱ経験するってことがまずは大事で、そこにいて、いろんな人と関わってみて、それで自分が心地よくないなとか、そこで自分の気持ちに本当に正直になって問いかけてみるんですよね。本当にこの人間関係は必要なのかとか。なんかその一番最初に行ってものすごく楽しくなって、で、そこからね、新しい友達関係とか友人関係が作られることももちろんあるので、だからその最初の機会っていうのはものすごく大事なんですけど、そもそもの、行かなければならないとか会わなければならないっていうのが外から来ているのであれば、それはちょっと冷静に見てやっていった方がいいと思います。で、この一人になりたいというわがままっていうのは、これものすごく分かって、で、これわがままでもなくてですね、これ誰にでも多分あると思うんですよ。一人になりたい欲望、願望みたいなもの。だからそれは全然悪いことではないし、むしろ自分はそっち側の人間なんだなっていうことにまず気づくってことですよね。自分は意外と一人が好きなんだなっていうこと。それにやっぱ気づけるっていうのも大事なので、そうなったら別に、本当にたくさんの友達っていうのはいらないし、で、実際に、そんなに多くの人と人間で付き合えないんですよ。なかなかね、100人とか200人とかっていうのは無理で。で、なんか10人とかでも結構多いと思いますね、自分は。だから本当に、リアルな友達で実際に会うような人っていうのは本当に少ないかもしれないし、でもそれでも全然良くてですね、むしろその人間関係を大切にしていくっていう方が大事だと思いますね。だからちょっと答えにはあんまなってないですけど、人間関係のミニマリズムに関してはやっぱそういうふうにいろんな中身をまず分解してみて考えると。で、やっぱほら、いろいろあるじゃないですか。そのリアルな関係だったりとか、あとその SNS 上の関係だったりとか、あとその LINE の友達とかね。で、一回会って LINE 交換して全く全然そこから何もね、交換してませんとか。でもなんか数合わせのなんか合コンとか、わかんないですけど、数合わせのパーティーだけに自分が呼ばれて行ってるとかね。だからそういうのは、やっぱ無理だなとか、これ行かなくていいなとか、だいたいわかるじゃないですか。なんかそういう風な感じで見極めていくっていうのがね、大事かなと思いますね。ご質問なんですけど、洋服や下着などを一着ずつ毎日着替えていると消耗も早くないですか？定期的に買い替えてるのでしょうかっていうね。はい。で、これ私男性なので、下着が単純に言えばアンダーウェア、そんなシンプルなものを使ってるんですけど、消耗は全然早くないんですよ。これ多分、いいものを使ってるっていうのはもしかしたらあるのかもしれないです。アウトドア系の、アンダーウェアとか、そういうシャツとかも使ってるんで、だから結構毎日ぐらい洗濯しても全然1年とか持つんですよね。だからゴムも伸びないし、いわゆる。で、なんか首周りとかも結構ダラッとしてくるのはあるんですけど、そういうのはやっぱりコットンのものが多くて、で、僕使ってるのは割と河川のものが多かったりするので、アクリルとか、あとウールのミックスとかですね。そういう素材なので、全然ね、持つんですよね。だからこれ物によるとは思うんですけど、だから洗濯は普通にしても大丈夫ような、ものを使っている。あとはなるべく紫外線に当てすぎないとか、なんか干すときにだから外にめちゃくちゃ太陽バンバン当てて干さないとか、なんかちょっとそういう風なことは軽くは気をつけてますけど、基本的にはラフに、毎日、あと2日に1回ぐらい洗濯はして、います。それでも全然消耗的には大丈夫ですね。あと時短モードを使うみたいなものももしかしたら効いてんのかもしれないですけど、その洗濯のさ、なんか、おしゃれ着モードでもなくて全然時短モードでささっと洗うっていう。なるべく洗いの時間を長くしないっていう。その方が生地は傷みにくいので、それももしかしたら効いてるかもしれないですね。いつも行くキャンプ場でフリマがある時にキャンプに行きました。
DD タープが1000円とか、エバニューの廃盤アルミクッカー500円とか、手軽に買える素敵なキャンプ道具がいっぱい出ていて心がざわつきましたが、一つも買わずに帰ってきました。ただただ田中さんに褒めてもらいたくて。No by 2025も最近知って驚いています。世の中全体が物に対する考え方を改めている時期なのでしょうかってね。ね、いや、これね、わかりますよ。DD タープ1000円、エバニューの廃盤アルミクッカーとかね。なんかね、廃盤になってるものも結構いいですよね。うん。なんかその現行版が必ずしもいいってわけではなくて、ちょっと昔のもう売ってないキャンプ道具とか登山系の道具っていうのに結構恋焦がれるっていう気持ちあって、これはなんかものすごくわかります。よくね、買わずに、帰ってこれましたね。うん、素晴らしいです。はい。そう、だから世の中全体が物に対する考え方、これの流れは結構あると思いますね。今またそのファッションの分野でも結構ノームコアとか、あとミニマリスト系のデザインがまた来ていて、で、やっぱ一時期その結構過剰なものとか過敏なものがまだグッと来たんですけど、コロナ禍の時にね。うん、それがまたね、ちょっとこう落ち着いてきて、今度またちょっとノームコアとかミニマリズムの時代に若干入ってきてるので、やっぱそのファッションのトレンド見てると、そういう風になってきてるってことは、やっぱ実際にそういう風に物を買わないとか、なるべく消費をしないっていう方向に今動いてるってことです。それはもう世界的にそのインフレしているってこともものすごく関わっていて、だからそのアメリカとかもそうですけど、ヨーロッパもそうですけど、世界的なインフレがやっぱその物を買わない。で、じゃあシンプルでいかにミニマルに暮らしていくかっていうね、本当にもうその経済状況がまさにそのファッションに現れてくるんですよ。もう今年のもう今シーズンのコレクションとか見ると結構そのミニマリズム系のアプローチがかなり多いです。はい。だから世の中全体がその物、買わないとか、物に対する考え方が変わってきているっていうのはそういうところからも見て取れますね、今ね。前回の Q&A で、本の厚さなどにもよると思うんですが、時丸さんは月何冊ほど読んでますかと、本をね。うん。月に読む本は結構まちまちですね。だから結構重めの、なんか、昔の本とか、その学術的なものとか読むときは、なかなか本数がいかないときもあるし、で、なんか軽めのものをサクサクと読んでるときは、週に3冊とか、2冊とか、うん、だからかける読んで、12とか15冊とかかな。うん、読むときもありますけど、うん、でも大体週1ぐらいをなんか自分の中でなんとなくペースにしてますね。今はね。うん、ちゃんとそれをしっかり読み込んでいくみたいな感じ。だから月に大体4とか5冊ぐらいかなって感じはするんですけど、内容によって結構波があります。時丸さんは働きたくないですかってね、コメントいただいてますね。これ何の動画だろう。これ物を買わないチャレンジかな。うん。物を買わないチャレンジで、時丸さんは働きたくないですかっていただいてるんですけど、僕はね、働きたくなくはなくて、でもなんか自分のやっぱ好きな仕事、自分のやっぱその制作とかクリエイティブだけをやりたいなっていう気持ちがありますね。だからそういうことだけをやってるって感じです、今は。やっぱり全く働かないっていうことは結構暇になりますよね。で、暇になると、じゃあ何するかっていうと、運動するとか、本読むとか、それでもやっぱ暇は暇なんで、やっぱりその何かに対して貢献するとか、誰かに対して、なんか自分の価値があるものを提供していくとか、あとはその一緒になんか仕事をしながらそこで新しい価値を作っていくとか、なんかそういう方が結構やっぱ人生って面白いかなって思っていて、その一日の中で見てもね、やっぱりなんか誰かとミーティングしたりとか話をしたりとか、考え方を共有し合ったりとか、この YouTube もそうですけど結構、仕事っぽいって言ったらあれですけど、なんか最近ちょっとそういう仕事っぽくなってきてるのかもしれないですけど、でもやっぱりそういうふうに、働きたくはないんですけど、やっぱり自分のそのものづくりとか自分の作るもので働いていきたいなってのがあって、結構難しいですよね。だから何をその労働と捉えるか、何を仕事と捉えるかっていうことにも関わってくるのでね、これは結構ね、シンプルなんだけどなかなか考えさせられる質問ですね。なんか動画一本撮れそうな感じもしています。働くことについてみたいな。ありがとうございます。コメント。エクストリームミニマリストの家具なし生活で、本当にどっかにもう一個とっちらかった部屋やごっちゃな物置とかなくて。はい、何もありません。私はこの何もない部屋で65個の持ち物で暮らしています。エクストリームに頭がおかしい人です。よく言われるんですよ。なんか他の部屋がね、3LDK とかあって、その中の一つの部屋をこういう風に何もないようにしてやってるんでしょうとかってね。でも過去にルームツアー上げてるんで、もう本当にここで私はもう今、昔2拠点とかで、部屋2つ借りてね、暮らしてた時とかはもちろんあるんですけど、今はもう完全にも
一部屋だけで、で、ここだけで、生活しています。はい。本当に何もないです。もしかしたらこの壁紙剥がしたらこの後ろになんか秘密の部屋が出てくるみたいな、まあそういうところはあるかもしれないですけど。時丸さんの発信に影響を受けて、物の精査と重量測定、ヨガ、リーガルリリー、ファイブポケットパンツ、そしてネスカフェに興味が湧き、少しずつ実践しています。私の人生にとても良い効果と彩りを与えてくれています。時丸さんの発信は電通的なものとは異なると感じます。これからも応援しています。ありがとうございます。いやもう時丸やん、これ。完全に時丸やん、これ。うん。物の精査して、重量測定して、ヨガやって、リーガルリリー聞いて、ファイブポケットパンツ履いて、で、ネスカフェ。時丸田中やん、これ。一時期、去年ぐらいかな。なんかリーガルリリーを聞いてますみたいなことを多分、ポッドキャストで話したんでしょうね。うん。だから多分、そのポッドキャストも多分聞いてくれたんでしょうね。うん。で、そっからそれ聞いてくれてっていうのはすごいですね。レベル高いです、かなり。うん。時丸レベルがかなり高い。鹿児島の Vlog で、気象のシーンだけホラーだったっていう。もう的確なツッコミですね、これは。うん。素晴らしいですね。ホラーですよね、あれね。自分で見ても怖いもん。うん。これ結構ね、マニアックな質問で。うん。前回の Q&A で、時丸さんに影響を受け、夕飯に玄米と納豆を食べています。毎回からしを入れるかどうか悩みます。入れたり入れなかったり。入れたのにキムチも混ぜて味が迷子になったり。時丸さんは納豆のからしとどう向き合っていますかっていうね。うん。これね、からしはね、僕ね、ちょっとだけ入れる派ですね。入れます、からし。でも全部は入れないんですよ。本当にちょっとで。で、これ醤油もそうで、なんか醤油も、なんかほら、健康的に言えば、あれ結構いろんな、まあ、添加物とか入ってるんで、普通のね、何も入ってない醤油を使う方がいいですよとか、そっちがいいですよみたいな人いるじゃないですか。僕ね、そんなの気にしないんですよ。添加物とか。うん。なんか基本の食事をもうベーシックにしてるので、なんかささやかなものはもう、どうでもいいっていうか、むしろ、あれって、納豆のタレ用に、調合されてるんで、むちゃくちゃうまいんですよね。タレってうまいようにできてるんですよ。だからあれをね、入れるんですけど、全部はあれも入れずに、ほんのちょっとだけなんかタレを垂らして、で、それプラス、自分のなんか何もない入ってない無添加の普通の醤油をちょっと入れて、で、からしをちょっとだけっていう、なんかもう絶妙な全部、ちょっとのバランス。うん。からしも入れるんだけど全部は入れないっていう。でもね、どれくらい入れるのかっていうのはもうこれ言葉では表現できないです。うん。ちょっとで入れてやってますね。うん。このバランスはね、ちょっとね、いつでも難しいね。なんかちょっと入れすぎたって時もあるし、難しいです、これは。これもね、絶妙な質問でね。時丸さんこんにちは。ちょっと省略して、この動画で月2回ネスカフェを購入するとおっしゃってますが、1回に入れる粉の量はどれくらいですか？私も毎日2杯ずつ飲んでますが、1月に1回か、下手したら1ヶ月以上持つ時もあります。結構濃いめで飲んでるんでしょうか？ふと気になりましたっていうね。ネスカフェの分量についてね、これいただいてますね。で、これね、実際もう私これに書いてる、適正な量でやってます。で、これ140ミリのお湯に2グラムなんですよ。で、実際に自分のマグカップに2グラムってどれくらいかなっていうのを測って、で、140のお湯で作った時の濃さみたいなものを1回は試して飲んでますね。うん。それによって、これが一番正式なネスカフェのスタンダードな味なんだっていうのを一回ね、自分の中に染み込ませてるんですよ。で、さらに私が使ってるマグカップもこれしかないので、このマグカップがだいたい250ミリ。で、お湯をここぐらいまで入れるだいたい200から220ぐらいになるんですよね。だからそれには、つまりティースプーン3杯分ぐらいって感じで、ちょっと濃いめって感じになるんですけど、自分の好み的には、ちょっと薄くしたいんで、その濃いめからちょっとだけ減らした分量っていうのを毎回作って飲んでますね。そうするとだいたい、1日に2回ぐらい飲むともう半月ぐらいしか持たないって感じにはなるんですけどね。ただね、今抹茶と併用してまだ飲んでるんで、もう切れそうなんですよ、そろそろ。これちょっと新しいのどうするかって感じなんですけど、やっぱりなんか質問読み上げとか配信の時とか、なんかコーヒーがいいなって感じのあるんで、買っちゃうかもしれないですけど、そんな感じで作ってます。かなり分量に関するね、絶妙な質問ありがとうございます。これでも自分の好みでいいと思いますよ、結局。なんとなく適当でやる人もいいけど、それによってでもあんまり濃すぎにならないように、権威濃すぎにならないようにちょっと注意することだけかな。どんどんやっぱり依存性があるんで、だんだん濃くなっていくみたいなことになっちゃいけないんで、なんか、測りとかでね、本当はね、決めて作った方がいいんでしょうけどね。はい、ということで、
だらだらとね、気づいたら結構長くなってしまいました。すみません。はい。ということで、今日はこれくらいにしたいと思います。また定期的にやっていきたいと思いますので、ぜひコメント書き込んでください。いつもご視聴いただきありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャオチャオ。